ご視聴ありがとうございます。今回は開業から1年を迎えた LRT ライトラインのご紹介です。開業以来快進撃を続ける今と課題、未来を解説します。延伸の期待が高まる西側区間にも注目です。本編の前にちょっとだけ宣伝です。先日、姉妹チャンネルとして旅行チャンネルを開設しています。国内外のいろんなところを解説していきますので、ぜひ概要欄からチャンネル登録してお待ちください。起点である宇都宮駅東口停留場は JR 各線の宇都宮駅からペデストリアンデッキを歩いてすぐの場所にあります。デッキの横に貼られていたポスターは情報が古かったこともあり、すでに片付けられています。そしてこのデッキには昨年8月の開業時はなかった発車案内表示器が追加されています。エスカレーターを降りるとこの状況です。両側の列車に乗客が乗っているのでホームに人が少ないだけで、先に出る左の列車は結構混んでいます。床のラインは混雑時の整列乗車を徹底するために2月に追加されたものですが、列が長すぎてはみ出すこともあります。4月には快速の運転も始まり、快進撃を続けるライトライン。まずはその概要をおさらいです。ライトラインは栃木県宇都宮市にある宇都宮駅から隣の芳賀町にある芳賀高根沢工業団地までを結ぶ全長 14.6 キロの路線です。宇都宮市と芳賀町にまたがることから芳賀宇都宮 LRT 運営会社の名前から宇都宮ライトレールとも呼ばれていたこの路線ですが、停留場の案内看板などにはライトラインの名称が用いられ、今ではこれが定着しています。駅周辺の住宅地はもとより沿線にある工業団地への輸送にも重点が置かれています。他の路線と接続するのは起点だけで、こうした路線では朝の上り、夜の下りという一方向の需要が大きくなりがちですが、こうした工業団地の存在が逆方向への需要を生み出しています。国内で路面電車がなかった都市に新たに開業するのは75年ぶりで、かなりの話題になりました。反対も根強く、ルートの候補が絞られたのは2001年と20年以上前です。整備工事が始まったのは2017年で、去年8月26日に開業を迎えています。整備工事の様子を追った動画もありますので、概要欄から見てくださいね。LRT は旧来型の路面電車とは異なり、道路と同じ場所を走る併用軌道の比率を下げ、道路とは分離された軌道、専用軌道の比率を高めることで、速達性と定時性をアップしています。停留場は屋根付きで、車椅子がすれ違える幅を確保し、出入り口にはスロープもあります。車両はステップがない低床式で、バリアフリー対応も完璧。3両編成で定員は159人と、国内の路面電車としては最大級の輸送力を誇ります。そして、ライトラインは単独で完結する交通機関ではなく、全部で19ある停留場のうち5カ所は、他の交通機関との乗り継ぎ拠点、トランジットセンターと位置づけられています。トランジットセンターには駐車場や駐輪場などが整備され、これも LRT の特徴の一つです。ライトラインと経路が重なるバス路線が廃止されるとともに、トランジットセンターをハブとした路線が新設され、交通体系が再編されました。また、開業前には沿線に拠点を有する企業の一部が通勤バスの廃止を決めるなど、ライトラインへの移行を図る企業もあります。新規のバス路線が定着するには数年単位の時間がかかるとされ、トランジットセンターをハブとしたバスはまだ乗車率がそれほど高くないですが、頑張ってほしいところです。開業前は定着するのか疑問も向けられたライトラインですが、開業後の実績は好調そのものです。半年後の時点で当初予測の 1.2 倍、およそ227万人の利用がありました。特に土休日の利用者が事前予測の3倍程度で、通勤通学以外の需要も掘り起こしています。乗降客数の内訳にも利用実態が反映されています。ほとんどの停留場で平日の方が土日祝日より利用が多いですが、工業団地に近い停留場や学校が近い星稜高校前は平日とそれ以外で大きな差があります。
一方、宇都宮大学養東キャンパスでは土日祝日の乗降客数が多く、平日の 1.7 倍を超えています。土日祝日の平均である4100人は、起点に次いで2番目に多く、それ以外の停留場を引き離しています。大学なのに平日の方が少ないのは不思議ですが、これは停留場がトランジットセンターであるのに加え、近くにあるショッピングモール、ベルモールの効果です。店舗面積およそ8万1000平方メートルのこの施設は、沿線でずば抜けて規模が大きいです。一大集客拠点とだけあって、こことコラボした1日乗車券もあり、お店などで各種サービスが受けられます。今年3月に訪れた時は、昼間にたくさんの人がライトラインでベルモールに向かっています。トランジットセンターなので他の停留場よりもホームの幅が広いですが、それでもかなりの混雑です。そして、ライトラインでは特に朝の下り方面の混雑がひどく、開業以来3回にわたってダイヤが改められ、混雑する時間帯で増便されています。今年4月の改正では、当初全線で48分が標準だった所要時間が4分短縮されています。これはライトラインで信用乗車方式と呼ばれる方式が全面採用されたからです。国内の路面電車では運転士がいる先頭のドアだけから乗り降りできる場合が多いです。ただし、この方式では降りるときに先頭のドアに乗客が集まるため、特に定員の多いライトラインでは停車時間が延びてダイヤが乱れます。そのためライトラインでは、片側4カ所のドアすべてに IC カードリーダーが設置され、IC カードで乗り降りする場合に限り、すべてのドアが使えます。係員の監視がなく乗り降りするため、信用乗車方式というわけです。この方式を全面採用した路面電車は国内になかったため、定着するまでは停留場での停車時間を長めに取り、ダイヤに余裕を持たせていたのですが、ある程度定着していることが確認されたため、所要時間が短縮されたというわけです。そして今年4月のダイヤ改正で、待望の快速の運転が始まりました。朝の下り方面のみで、まずは1日2本の運行です。途中で止まるのは、宇都宮大学養東キャンパス、平石市、そして星稜高校前から先の各駅で、1本は先行するグリーンスタジアム前行きの確定と接続します。今年8月10日には、飛山城跡停留場の近くで開催された花火大会のため、臨時列車が運行されています。通常は見られないグリーンスタジアム前行きの快速も運行されるなど、ライトラインの役割は増していきます。さらに先月25日には、ライトラインの開業1周年を記念したイベントが行われました。ライトラインの開業に合わせて再開発された東口広場では様々な催しが行われ、たくさんの人で賑わったそうです。当日は、地元新聞である下野新聞が号外を出しています。これは駅の西側にあるライトラインの PR ブースに置かれていたもので、自由に持ち帰れるという太っ腹です。このブースではジオラマや分かりやすい資料を見ることができ、職員の方がいろいろ教えてくれます。開業後の変化と未来を、ここから順番に見ていきます。ライトラインでは、終点に着くと一旦ドアを閉めます。車両に乗務員用のドアがないため、車内が空のうちに反対側に移り、それからドアを開けます。ドアが開くまで時間がかかるので、ホームに乗客が滞留しやすいです。AI を搭載したカメラが追加設置され、エスカレーターの下の混雑を検知すると自動でアナウンスが流れます。また、その上にはこんなものが。これらの張り紙は3月にはまだなかったものです。7時46分発、快速、博多金沢工業団地行きに乗ります。この映像からもわかる通り乗車率は高く、ドアのすぐ横しか空いていないです。もちろん車内での移動はできないので、信用乗車方式でないと成立しないダイヤです。軌道は90度向きを変えて東に進みます。隣の線路には折り返し7時58分発の列車が。ぼかしを入れているので分かりにくいですが、座席は結構空いており、
車内での移動も余裕でできる感じです。ここからしばらく道路の真ん中を走る併用軌道になります。交差点の手前には右折専用車線があり、右折する自動車とライトラインが勝ち合わないようにしつつ、交差点でライトラインを優先させる制御が行われ、よりスムーズな運行が可能になっています。そしてここ、導流帯のラインの一部が灰色に塗られています。開業当初、このラインと軌道の境目を示す白線の位置関係が分かりにくかったことが一因となり、ライトラインと自動車の接触事故が起きたのが理由です。対策として似たようなラインがある全ての場所が回収され、ヘッドライトを反射する部材も追加されています。最初の停留場、東宿号を通過です。右折専用車線を確保するため、併用軌道の停留場は互い違いで、下りホームは交差点の先です。LRT も含め、路面電車が従う軌道法では最高時速40キロですが、幅の狭いホームを時速40キロで走るのは無理があるため、結構速度を落として通過です。せっかくの快速がもったいないですが、施設の制約があるのは仕方ないです。そして道路だけ見ていると気づかないですが、沿線ではマンション開発が進んでいます。2月に完成したこのマンション、20階建てで112戸あり、すでに完売しています。次の駅東公園前の横にあるこのマンションは、2022年に完成した20階建てのマンションです。141戸は無事に完売していますが、賃貸向けの10戸の募集があります。住むなら今ですよ。この東側には他にもマンションが立ち並び、街並みは変わりつつあります。駅東公園前は併用軌道の停留場の中では乗降客数が多く、こうしたマンションの需要もあるようです。宇都宮はその歴史的経緯もあり、駅の東側の発展はやや遅れていましたが、ライトラインの開業に前後して開発が進んでいます。宇都宮市の人口が2017年頃を境に減少傾向にあるのに対し、ライトラインの沿線人口は10年余りで1割近く増えています。宇都宮駅東口周辺の地価は栃木県内でもトップで、住宅地、商業地ともに上昇が続いています。そしてこの停留場には、栃木銀行宇都宮東支店前の文字が、ネーミングライツを取得した企業などの名前が副名称になっており、19の停留場のうち11が対象です。また、3月にはあまり見かけなかったラッピング広告付きの車両も増えています。ベルモールの最寄り、宇都宮大学養豚キャンパスに到着です。トランジットセンターなので駐輪場があるほか、周辺を結ぶバス路線もあります。一方、市街地の真ん中のため、トランジットセンターに付随する駐車場はありません。ベルモールの駐車場が代わりに使われるのを避けるため、ライトラインの開業に先立って料金体系が変更されています。そしてこのことが、隣の停留場で新たな変化を呼んでいます。ライトラインの特徴の一つ、道路との立体交差を通過です。下の道路は工業団地と宇都宮市中心部を結ぶ主要ルートで、渋滞が深刻でした。ダイナミックな構造物で道路との平面交差を避けるのもライトラインの特徴です。ここで軌道は南に出て、田んぼや畑の中を走ります。地面そのものが西から東に向かって低くなっていることも、ここが道路から外れる場所になった要因です。ほどなくして地上に降り、平石停留場に到着です。ここはライトラインで唯一の車両基地の最寄りで、ホーム2つ、線路4本があります。軌道が道路から外れたのは、広い土地が必要な車両基地へのアクセスの関係もありますが、もう一つの理由があります。そう、ここもトランジットセンターなのです。駐輪場はもちろん、隣の停留場にはなかった駐車場や一般車乗降場もあります。一方、ここにはバス路線がなく、隣同士のトランジットセンターは周辺環境や立地特性を生かして役割分担しています。周りに住宅が少ないためか駐輪場は空いていますが、隣の駐車場は満車です。実はライトラインでは、トランジットセンターを含む複数の停留場で駐車場不足が問題になっています。ライトラインでは
自家用車からの転移を図ることが安定した経営に不可欠でした。自宅と駐車場がある停留場の間を車で移動し、それ以外をライトラインで移動するようになれば、渋滞は緩和され、ライトラインも設かります。その目論見が想定以上にうまくいき、駐車場が足りなくなったというわけです。このままでは自家用車からの転移が図れず、せっかくの増収プランが水の泡。というわけで、開業3ヶ月後の去年11月には、一部の停留場で駐車場が増設されました。特に平石停留場では、南東の駐車場の区画の見直しや、北西に新たに駐車場を設けることで、収容台数を27台から55台に増やしました。北西に駐車場ができたのに伴い、停留場からの歩道も整備されています。ただし、歩道も駐車場もアスファルト舗装ではなく、急いで作った感じが漂います。それでも追いつかず、先ほど車窓に映っていた高架橋の南側や、近くにある運行会社の本社に近い土地にも駐車場が増設され、今年夏には収容台数は 3.5 倍、およそ190台分にまで増えました。高架橋の南側の駐車場にも舗装はなく、停留場の南東の駐車場は調整池のすぐ隣です。バイク専用の駐車場も設けられたほか、停留場のそばには多目的トイレも整備され、利便性が大幅に上がっています。ベビーベッドなどもあり、幅広いニーズに応えられます。さらに、停留場の北側にあるおよそ 3.6 ヘクタールの土地では、総合公園の建設計画が進行中です。2020年8月には整備基本方針が策定され、民間活力を利用した検討が進んでいました。各種スポーツ施設や地元農産物などを活用した地域振興機能の導入が予定されています。開業後も変化が続くライトライン、近くにある車両基地の様子や、この先の区間の変化は、また別の動画に続きます。延伸の期待が高まる西側も徹底解説します。ご視聴ありがとうございました。